私たちが毎日何気なく楽しんでいる食事の裏側には、驚くべき科学の世界が隠れています。今日は、味の設計図というお話をしましょう。香辛料の科学とデータが解き明かす、最高の組み合わせ、フードペアリングについてです。まず、私たちが何かを食べた時に感じる味とは、一体何でしょうか。多くの人は、舌で感じる味覚のことだと思っているかもしれません。しかし、実は私たちが風味として感じているものの大部分は、鼻で感じる香り、つまり嗅覚によるものです。ここで重要な役割を果たすのが、VOC と呼ばれる揮発性有機化合物です。食べ物を口に含んだとき、これらの成分が鼻の奥にある受容体に届き、脳がそれを風味として処理します。つまり、本当の意味で美味しい料理とは、味覚と嗅覚が完璧に結びついた化学反応の芸術なのです。ここで、スチュアート、パリモンドのような化学コミュニケーターや、ボブ・ホルムズが提唱する理論に注目してみましょう。彼らは、料理を単なる経験や勘ではなく、分子レベルの設計図として捉えています。特に香辛料の役割は絶大です。香辛料とは、植物の種や樹皮、根などを乾燥させ、風味をぎゅっと凝縮させたものです。例えば、チリペッパーに含まれるカプサイシンは、単に辛いだけでなく、口の中の感覚を刺激して、他の繊細な風味への意識を変える力を持っています。では、どうすれば最高の組み合わせ、フードペアリングを見つけ出せるのでしょうか。その答えが、分子プロファイリングにあります。これは、食材に含まれる主要な香り分子を分析し、共通の成分を持つ食材同士を組み合わせるという方法です。例えば、一見すると全く合わなそうなキウイと柿という組み合わせが、実は科学的な共通点を持っているため、驚くほど調和するという事例があります。さらに興味深いのが、チョコレートとブルーチーズの組み合わせです。この意外なペアリングが成立する理由は、焙煎や発酵の過程で生まれるピラ人類という化合物にあります。チョコレートの香ばしさと、ブルーチーズの独特なコク、これらは分子レベルで同じ方向を向いているため、口の中で共鳴し合い、深い味わいを生み出すのです。このように、データに基づいた組み合わせは、私たちの固定観念を打ち破り、未知の美食体験へと導いてくれます。また、インド料理の科学を追求するクリシュ、アシヨークのマサララボでは、伝統的なスパイスの混ぜ合わせを分子レベルで解析しています。マサラのような複雑な調合は、単なる伝統ではなく、香りの成分が絶妙なバランスで設計された、高度な化学構造体なのです。そして今、この分野には新しい流れが訪れています。それがシンバイオティックペアリングという考え方です。これは、香辛料の分子構造と、私たちの腸内細菌の関わりに着目した次世代のアプローチです。例えば、カプサイシンやシナモンの成分が腸内細菌に影響を与え、それが巡り巡って、私たちの味の感じ方や健康状態に影響を及ぼすという視点です。つまり、美味しいと感じるかどうかは、食材同士の相性だけでなく、自分自身の体内の微生物環境というフィルターを通した結果であるということです。もちろん、すべてをデータだけで決めることには危うさもあります。料理には文化的な背景や、個人の思い出という感情的な要素が欠かせないからです。しかし、科学的な視点を持つことで、私たちは伝統をより深く理解し、さらに新しい創造性を発揮できるようになります。未来の食卓はどうなるでしょうか。AI が個人の嗅覚の特性を分析し、その日の体調や腸内環境に合わせた最適なスパイスの組み合わせを提案してくれるかもしれません。あるいは、合成生物学によって、自然界には存在しないが完璧に調和する新しい香りの分子が設計されるかもしれません。味の設計図を理解することは、世界をより豊かに味わうための地図を持つことと同じです。次に皆さんがスパイスを使うとき、それは単なる調味料ではなく、分子レベルで計算された化学物質の集まりであると考えてみてください。そうすれば、いつもの料理が、
科学という魔法にかけられた特別な一皿に変わるはずです。さて、ここからさらに深く、具体的にどのようにしてこの科学的なアプローチを日々の料理に生かすのか、その実践的なプロセスについて掘り下げていきましょう。まず注目すべきは、香辛料が持つ成分の取り出し方です。同じスパイスであっても、加熱する方法やタイミングによって、放出される分子の種類が劇的に変わります。例えば、クミンを油で炒めることで得られる香ばしい風味は、油に溶けやすい成分が熱によって活性化した結果です。一方で、仕上げに振りかけることで得られる爽やかな香りは、熱に弱い成分が直接鼻に届くためです。つまり、調理法という操作が、分子の設計図を書き換えていることになります。ここで、スチュアート・パリモンドが強調する味のバランスについて詳しく見てみましょう。彼は、味の設計において対比と調和という2つの軸を重視しています。対比とは、例えば強い酸味を持つレモンと、濃厚な脂肪分を持つバターを組み合わせることで、互いの個性を際立たせつつ、口の中をリセットさせる方法です。一方、調和とは、先ほどのチョコレートとブルーチーズのように、共通の分子構造を持つ食材を重ねることで、奥行きのある一体感を出すことです。この調和を科学的に追求するために、現代のシェフたちはガスクロマトグラフィーという分析装置を使っています。これは、食材に含まれる複雑な混合物を個別の分子に分け、その量を正確に測る技術です。これにより、例えばストロベリーに含まれる成分が、実は特定のワインや、意外なところではバジルの成分と共鳴することがデータで証明されました。こうしたデータに基づいた組み合わせは、直感に頼った料理を、誰が作っても同じ結果になる設計図へと進化させました。また、クリシュ、アシヨークがマサララボで展開している研究の中でも、特に興味深いのがスパイスの相乗効果です。一つのスパイスでは得られない風味が、複数が組み合わさることで生まれる現象を、科学的な相互作用として解析しています。例えば、ターメリックの土のような香りと、コリアンダーの柑橘系の爽やかさが合わさったとき、脳はそれを単なる足し算ではなく、全く新しい一つの調和した風味として認識します。これは、異なる分子が受容体の上で複雑に絡み合い、新しい神経信号を作り出すためです。さらに、忘れられないエピソードがあります。ある分子ガストロノミーの実験で、ホワイトチョコレートとキャビアを組み合わせる試みがありました。一見すると、甘いミルクの風味と塩辛い魚卵という、最悪の組み合わせに思えます。しかし、分析の結果、両者には共通して特定の脂肪酸誘導体が含まれていることが分かりました。実際に口に運ぶと、チョコレートの甘みがキャビアの塩味を包み込み、後味に海のようなミネラル感とクリーミーなコクが同時に押し寄せるという、驚異的な体験となりました。これは、文化的な常識をデータが塗り替えた瞬間でした。ここで、味覚の心理的な側面についても触れておく必要があります。私たちは、見た目の情報によって味の感じ方を無意識に操作されています。赤い色の食材を見ると、脳は自然と甘みや刺激を期待します。これを科学的に利用し、スパイスの配合に色のコントロールを加えることで、実際の味以上に豊かな風味を感じさせることが可能です。つまり、味の設計図には、科学的な構造だけでなく、視覚的な色彩設計という層も含まれているのです。また、シンバイオティックペアリングの視点から見ると、個人の体質による味の感じ方の違いが明確になります。例えば、パクチーを石鹸のような味と感じる人がいるのは、特定の嗅覚受容体の遺伝子の変異によるものです。これは、特定のアルデヒド分子をどのように認識するかが遺伝に決まっているためです。つまり、万人に共通する正解の組み合わせというものは存在せず、個々の生物学的特性に最適化された、一人一人に合わせたペアリングこそが、究極の美食への道であると言えます。では、具体的に家庭でこの科学を実践するにはどうすればいいでしょうか。おすすめは、あえて正反対のカテゴリーから食材を選び、
共通の香りの成分を探る実験的な方法です。例えば、ナッツ類と果物、あるいは魚介類とベリー系、こうした組み合わせを試す際、単に混ぜるのではなく、温度を変えたり、酸味を加えたりして、どの分子が最も活性化するかを観察してみてください。さらに、香辛料の歴史的な背景をたどると、かつてのスパイス貿易は、単なる贅沢品の取引ではなく、未知の化学物質への憧れと探求の歴史であったことがわかります。中世の人々が胡椒やクローブに熱狂したのは、それが当時の食卓にない強烈な揮発性化合物を持ち込み、感覚を覚醒させたからです。現代の私たちがデータで分析することは、かつての探検家たちが新大陸を探した情熱の現代的な形であるとも言えるでしょう。最後に、味の設計図がもたらす真の価値について考えたいと思います。それは、単に美味しい料理を作ることではなく、私たちが世界をどう認識しているかを再発見することです。一口の料理の中に、植物が生き残るための戦略としての化学物質があり、それを処理する私たちの脳の仕組みがあり、そして腸内細菌という目に見えないパートナーが共存しています。食事という行為は、地球上の生命が作り出した複雑な化学反応の連鎖に参加することなのです。科学は、料理から神秘性を奪うものではありません。むしろ、目に見えない分子のダンスを可視化し、より深い感動へと導くための道具です。データで証明された組み合わせに、あなた自身の記憶や感情というスパイスを加えたとき、そこには世界に一つだけの完璧な味の設計図が完成します。これからも、好奇心という最高の調味料を持って、食卓という名の実験室を楽しみ続けてください。科学的な視点を持つことで、あなたの世界はより香り高く、彩り豊かなものになるはずです。こうした科学的なアプローチが料理の世界に革命をもたらした一方で、古来からの知恵との融合もまた、興味深い領域です。例えば、インドのアーユルベーダでは、数千年前から食材の組み合わせが体質や健康に与える影響を考慮していました。ターメリックと黒胡椒を一緒に摂取することで、ターメリックに含まれるクルクミンの吸収率が飛躍的に向上します。現代科学でも証明されていることですが、黒胡椒に含まれるピペリンという成分が、ウコンのクルクミンという成分の働きを高めてくれるのです。つまり、カレーに胡椒を入れるという、古くからの知恵は、分子レベルで見ても理にかなっていたのです。日本の伝統料理でも、同じような科学的な根拠が隠されています。例えば、昆布と鰹節を一緒に使うだし、昆布にはグルタミン酸、鰹節にはイノシン酸という旨味成分が含まれています。この2つが組み合わさることで、単体では得られない深いコクが生まれます。これは、明治41年に池田菊苗博士が発見した旨味の科学とぴったり一致しています。長年の経験と試行錯誤から生まれた料理法には、科学的な知恵が詰まっていたのです。香辛料の歴史を振り返ってみると、その役割は単に味をつけるだけではなかったことがわかります。中世のヨーロッパでは、胡椒やシナモン、クローブなどの香辛料は、食べ物を長持ちさせるために使われていました。これらの香辛料には、菌の繁殖を抑える力や、酸化を防ぐ力があるためです。特に肉を保存する際には、欠かせない存在でした。今では冷蔵庫があるため、保存の必要性は薄れましたが、香辛料は料理に深みを与えるだけでなく、健康を守る働きも注目されています。香辛料の研究は、近年ますます進んでいます。例えば、唐辛子の辛味成分であるカプサイシン。これは、舌の痛みを感じる部分に作用し、辛さを引き起こします。しかし、カプサイシンはただ辛いだけではありません。体の代謝を活発にしたり、痛みを和らげたりする働きもあるのです。そのため、医療の分野でも研究が進められ、痛みの管理や生活習慣病の改善に役立つ可能性が期待されています。香辛料の香り成分である揮発性有機化合物は、私たちの鼻に大きな影響を与えます。バニラビーンに含まれるバニリンは、甘くて温かみのある香りを持っています。
この香りは多くのデザートや香水に使われています。一方、コリアンダーの葉にはシトラールやリナロールという成分が含まれており、これが爽やかな香りを生み出しています。これらの香り成分は食材の味を決めるだけでなく、私たちの気分や記憶にも影響を与えるのです。香辛料を組み合わせることで新しい風味が生まれます。例えば、クミンとコリアンダーを一緒に使うと、地中海料理特有の深みのある香りが生まれます。クミンの土のような香りとコリアンダーの柑橘系の香りがお互いを引き立てて合うのです。また、カルダモンとシナモンを組み合わせると、甘くて温かみのある香りが生まれ、デザートや飲み物に使われます。香辛料の科学的な分析は、料理だけでなく、飲み物の世界にも影響を与えています。例えば、ワインのテイスティングでは、香辛料の香りとワインの香りがどのように調和するかが重要です。特定の香辛料とワインを組み合わせることで、お互いの風味が引き立ち、より複雑で豊かな味わいが生まれます。これは、香辛料とワインに含まれる香り成分が、花の受容体に働きかけ、相乗効果を生み出すからです。香辛料の研究は、私たちが食べ物をどう認識し、楽しむかを理解する手助けになるだけでなく、新しい料理の可能性を広げてくれます。分子ガストロノミーの分野では、香辛料の成分を抽出し、別の食材と組み合わせることで、全く新しい風味を生み出す実験が行われています。これは、香辛料の科学的な特性を最大限に活用し、料理の創造性を高めるための取り組みです。香辛料は健康との関わりでも注目されています。ウコンに含まれるクルクミンは、炎症を抑えたり、酸化を防いだりする働きがあり、さまざまな病気の予防や治療に役立つ可能性が研究されています。また、生姜に含まれるジンジエロールは、消化を助け、吐き気を抑える働きがあります。これらの香辛料は、料理に風味を与えるだけでなく、健康を守るためにも重要な役割を果たしています。香辛料の歴史と科学を理解することで、私たちの食卓はより豊かで多様なものになります。伝統的な知恵と現代科学の融合は、料理の可能性を広げ、新しい味の体験を提供してくれます。例えば、古くからの香辛料の組み合わせを科学的に分析することで、その理由や効果を理解し、より効果的な料理法を考案することができるのです。香辛料の研究は、持続可能な食料システムの構築にも貢献しています。香辛料の栽培や加工の過程で、環境への負荷を減らす技術が開発されています。また、香辛料の廃棄物を再利用することで、新しい製品や素材を生み出す取り組みも行われています。これは、香辛料の持つ可能性を最大限に活用し、環境との調和を図るための大切な一歩です。香辛料の科学的な分析は、私たちが食べ物をどう認識し、楽しむかを理解するだけでなく、料理の世界に新しい地平を切り開いています。分子レベルで香辛料の成分を分析することで、新しい風味の組み合わせや料理法が生まれ、料理人の創造性を刺激するだけでなく、食べる人々に新しい味の体験を提供します。香辛料の研究は、文化的な交流を促進する役割も果たしています。異なる文化圏の香辛料を組み合わせることで、新しい料理が生まれます。これは、文化の融合を象徴するものです。例えば、インドのカレーと日本の和風だしを組み合わせることで、全く新しい風味の料理が生まれ、異なる文化の調和を表現しています。現代のフードペアリングでは、分子プロファイリングという最先端のアプローチが使われています。昔の料理は、経験豊かな料理人の直感や、代々受け継がれたレシピに頼っていました。しかし、今ではデータサイエンスの力を借りて、食材に含まれる数千もの香り成分を詳しく分析し、その科学的な特性を明らかにしています。分子プロファイリングの革新は、共通の香り成分を持つ食材同士は、見た目や文化が全く違っていても、組み合わせると調和しやすいという理論です。例えば、
ホワイトチョコレートとキャビアは一見すると全く違った食材ですが、分子レベルで共通の成分を持っているため、驚くほどよく合います。このようにデータに基づいて食材を分析することで、直感を超えた科学的なペアリングを設計することができるのです。このアプローチを実践しているのが、科学的な視点を持つ料理研究者です。彼らは伝統的な料理の複雑な香辛料の使い方を科学的に分解し、なぜ特定の組み合わせが心地よいと感じるのかを論理的に説明しています。例えば、インドのマサラにおける香辛料の相乗の構成は、単なる味の足し算ではなく、加熱温度によってどの香り成分が先に飛び出し、どの成分が後からじわじわと現れるかを計算した時間差の設計です。この時間軸の制御こそが料理に立体的な奥行きを与えるのです。味のバランスを考える上で欠かせないのが刺激物としての香辛料の役割です。代表的なものがカプサイシンです。カプサイシンは味覚ではなく、痛みと熱を感じる部分に作用します。しかし、この刺激が適度にあることで、脳内では快感を得る物質が放出され、他の繊細な香り成分に対する感度が高まります。つまり、適度な辛みは、他の香辛料の香りをより鮮明に浮かび上がらせるための背景のような役割を果たしているのです。最近注目を集めているのが、腸内の微生物と風味の認識を結びつけたシンバイオティック、ペアリングという概念です。私たちの味覚や嗅覚は、舌や鼻だけで決まるのではなく、腸内に住む数兆個の微生物が作り出す物質によっても影響を受けています。特定の香辛料が腸内の微生物の活動を活性化させ、それが脳に信号を送ることで、特定の食材の味がより甘く、あるいはより深く感じられるという相互作用が存在します。これは、食事が単なる栄養摂取ではなく、私たちの体内のエコシステムとの対話であることを示しています。具体的な実験的なペアリングの例を挙げましょう。コーヒーとニンニクの組み合わせです。一見すると不可能な組み合わせに思えますが、分子レベルで分析すると、両者は硫黄化合物という共通の基盤を持っています。この共通点を生かし、ニンニクを極限まで低温でじっくりと加熱して甘みを引き出し、それをコーヒーの焙煎ガとぶつけることで、驚くほど濃厚なナッツのような風味を演出することができます。これは、伝統的な料理の枠組みにとらわれず、データに基づいて食材を再定義した結果得られる新しい味覚の地平です。香辛料の科学は、食材の保存や加工という実用的な側面でも革命を起こしています。揮発性有機化合物は非常に不安定で、光や熱によって容易に分解されます。しかし、特定の油分や酸と組み合わせることで、これらの香りを閉じ込め、料理の仕上げの瞬間まで鮮度を保つ技術が開発されています。これにより、家庭のキッチンでもプロのような複雑な香りの層を再現することが可能になりました。私たちは嗅覚と味覚の結合、いわゆる風味の統合プロセスについて深く考える必要があります。私たちが口にした瞬間に感じるのは、舌で感じる甘みや塩味など5つの基本味だけではありません。食べ物が口の中で温まると、香りが鼻の奥に抜けていきます。この鼻に抜ける香りこそが、食べ物の美味しさの正体の大部分を占めているのです。香辛料は、この鼻に抜ける香りを最大限に引き出すための道具です。例えば、カルダモンというスパイスのすっきりした香りには、濃厚なクリームの重たい感じを消す効果があります。口の中が軽くなることで、さらに食べたいという気持ちが湧いてくるのです。こうした科学的な考え方は、料理をただの作業から、頭を使って探求する楽しい活動に変えてくれます。レシピ通りに作るだけではなく、食材の成分を調べ、どう組み合わせれば美味しくなるかを予想し、実際に作って確かめる。この過程は、まるで実験室で研究をするのと同じです。ただし、最後に美味しいと判断するのは、データではなく人間の感情や思い出です。科学が最も良い組み合わせを教えてくれても、それが本当に美味しいと感じるかは、その人が育った文化や過去の体験によって決まるのです。つまり、
本当のフードペアリングとは、冷たいデータと人間の情熱を一つにすることです。成分分析で出た正解に、料理人の勘というスパイスを加えて初めて、人の心に残る一皿が完成するのです。私たちは今、伝統を手がかりにした地図を持ち、科学を道案内するコンパスを使って、誰も足を踏み入れたことのない味の世界を探検しているのです。香辛料の科学を学ぶことは、世界を今までよりもずっとくっきりと見られるようになるということです。スーパーマーケットに並んでいる一本のスパイス瓶の中には、何百万年もの進化の歴史と複雑な科学の結晶が閉じ込められているのです。それに気づくと、毎日の食事は地球上のすべての命と科学につながる、とても贅沢な儀式に変わるのです。